ワンピース第1162話、ロジャー海賊団はついにシャッキーを救い出し、撤退の準備を整えていた。ロジャーとレイリーはシャッキーを守りながら、彼女を船へと安全に送り届けようとしていた。しかしその前に、突如としてガーリングが行く手を遮るように現れる。しかも彼の背後には、さらに2人の神の騎士が従い、冷酷な視線でロジャーたちを睨みつけていた。ガーリングは剣を突きつけ、冷然と言い放った。シャッキーは人間狩りゲームで優勝したこの俺の花嫁となるはずだった。海賊風情に奪われてなるものか。ロジャーは高らかに笑い、剣先をガーリングへ突きつけた。ははは。シャッキーの心はすでにレイリーのもんだ。愛を踏みにじる奴は、このロジャーが許さねえ。ガーリングの瞳には怒りの炎が宿り、全身から殺気がほとばしった。次の瞬間、ガーリングとロジャーは同時に地を蹴り、互いに向かって猛然と突進した。両者の武器が交錯した瞬間、天地を揺るがす衝撃波がはぜる。ロジャーの斬撃は雷鳴のように鋭く、ガーリングの剣技は正確無比。互いの一撃ごとに火花が散り、岩壁が粉砕され、空気が裂けていく。一方その頃、レイリーは二人の神の騎士と対峙していた。一人は角を生やした巨体の怪物。もう一人は銃を構え、雷鳴のような弾丸を次々と撃ち放った。レイリーは剣を振るいながら鋭く跳躍し、銃弾を弾き返す。巨人の角が突進して地面を砕き、周囲に衝撃波が走る。レイリーは紙一銃でかわしつつ、その胴へ深々と刃を叩き込む。しかし両断されたはずの肉体は瞬時に再生し、あざけ笑うかのように再び角を突き立ててきた。ガーリングも同様だった。ロジャーが体剣で深々と切り裂いても、その傷口は瞬く間に塞がり、嘲笑を浮かべながら再び切りかかってきた。我らは不死だ。人の歯ごときで倒せると思うな。ロジャーは額に汗をにじませながらも、なお楽しげに笑った。面白いじゃねえか。何度でも切り伏せてやる。激しい斬撃と銃声が交錯し、戦場は轟音に包まれる。しかし、切っても切っても敵は倒れない。レイリーも息を切らしながら歯を食いしばる。こりゃあ、さすがに骨が折れる。ロジャーもレイリーも、斬撃が無意味だと悟った。神の騎士たちは切り裂かれても即座に再生し、再び襲いかかってくるのだ。その時、戦場に新たな覇気が轟いた。ロックスが姿を現したのだ。彼は荒々しい息を吐きながら、周囲を見回し叫ぶ。妻と子はどこだ？進路を塞ぐ角の騎士を見た瞬間、ロックスは直感した。その再生、不死の契約か。やはり貴様らはイムの犬に違いねえ。ロックスは咆哮し、覇王色の覇気を全身にまとわせる。その圧は周囲の岩を砕き、空気を震わせた。俺の前から消え失せろ。イムの総区名。刀を振り下ろすと同時に大地が裂け、角の騎士は両断された。だが今度は肉体が再生することはなかった。黒い稲妻に焼き尽くされ、倍となって消えていったのだ。ロックスは振り返ることなく、なおも妻子を求めて戦場を駆け抜けていく。それを目撃したロジャーとレイリーは同時に気づいた。そうか。不死を断ち切るには、覇王色の覇気が必要なんだ。ロジャーの僧帽が燃えるように輝き、覇王色が全身を覆う。行くぞ。体剣を振り下ろすと、ガーリングの鎧ごと体を深々と切り裂いた。血が飛び散り、今度は傷が塞がることはなかった。ガーリングの顔に初めて苦痛と焦りの色が浮かぶ。続いてレイリーも覇王色を全身にまとわせ、その力を仰ぎ、彼岸花と融合させた。彼岸花、覇王色と剣気が絡み合い、黒雷と紅の花びらを伴った斬撃が手の騎士を切り裂く。その体は粉々に砕け散り、絶叫を残して完全に消滅した。仲間を二人も失ったガーリングの顔は蒼白に染まり、全身を震わせていた。恐怖に駆られた彼は、もはや勝機はないと悟る。ここで戦えば自分も同じ運命をたどるだけだ。ここで死ぬわけにはいかぬ。悔しげに歯を食いしばりながらも、ガーリングは即座に決断した。背を翻し、迷うことなく戦場の奥へと逃走を開始する。その姿は総帥の威厳を欠き、ただ命を惜しむ者の背中でしかなかった。その頃、
ロックスはなおも妻エリスと幼い息子を探し続けていた。ついに二人を見つけ出したが、その瞬間、天竜人の一人が銃を放ち、エリスの体を撃ち抜いた。エリス、怒号とともにロックスは一閃、剣を振るい、天竜人を人たちで両断した。駆け寄って妻を抱きしめると、エリスの全身は無数の銃弾に貫かれ、血が止めどなく溢れ出していた。必死に止血を試みるロックス。しかしその努力も虚しく、エリスの命は静かに途絶える。ロックスは声を発さず、ただ妻の亡骸を抱きしめる。やがて、その僧帽は真紅に染まり、彼の内で何かが完全に弾けた。次の瞬間、彼の全身から凶暴な覇気が吹き出し、空気そのものを震わせた。その場にいた者全員、海軍も、海賊も、天竜人も、誰一人として例外なくその圧力に震え上がる。なんだ、この覇気は。化け物だ。そして次の刹那、ロックスの狂乱が始まった。獣のごとき方向を上げ、大虐殺が始まった。ロックスは狂気のままに剣を振るった。天竜人、海軍、逃げ惑う者たち。誰一人として許さなかった。彼の一撃ごとに血が裂け、肉片が飛び散り、血が川のように流れる。やめてくれ。助けて。絶叫が戦場を覆うが、それはすべて虚しい絶望の叫びに過ぎなかった。虐殺の頂点に達したとき、突如として一人の五老星が姿を現した。ロックスは一言も発せず、直ちに斬撃を叩き込む。不死身と謳われる五老星、義務との契約によって生かされる存在。だが狂気に陥ったロックスの覇王色をまとう一撃は、その不滅すら無意味にした。まさか、五老星は絶叫する間もなく、真っ二つにされ絶命した。それを目にした海軍兵たちは震え上がる。五老星が、やられた。ロックスはなおも狂気に沈み、血の雨を降らせる。海軍も、海賊も、天竜人すらも逃れることはできない。遠くから見ていた白ひげ、シキ、そしてビッグマム。彼らはただ沈黙するしかなかった。己らの船長が完全に狂気へと落ちたことを悟っていたからだ。そしてついに、ロジャーとガープが動く。いい加減にしろ、ロックス。この世界を滅ぼす気か。ロジャーは剣を握りしめ叫び、ガープもまた拳を固めた。二人は迷いなく前へ突き進む。歴史に刻まれる戦いが、今始まった。激闘、ロックス vs ロジャー&ガープ。ロジャーは紙火を繰り出し、ガープは武装色をまとった拳を叩き込む。しかしロックスは避けることすらせず、ちょっに受け止めた。血を吐き、致命傷になりかけるも、なお立ち続ける。イかれてやがる。ガープが叫ぶ。次の瞬間、覇王色の衝撃が炸裂し、二人は吹き飛ばされた。ロジャーとガープが力を合わせても、なおロックスに圧倒される。はあ、あの化け物を止められるのは、俺たちしかいねえ。ロジャーが歯を食いしばる。全軍壊滅するぞ。ここで止めるしかねえ。ガープが吠える。再び二人は立ち上がり、総攻撃を仕掛けた。ロジャーの剣は雷鳴をまとい、ガープの拳は大地を砕く。その連撃は天地を揺るがすほどの威力を誇ったが、ロックスが獣の方向を上げ、黒い覇気を全身から爆発させる。衝撃波が広がり、島全体が揺れ動く。ロジャーとガープは必死に食らいつくが、ロックスの一撃一撃は重く、速く、圧倒的だった。剣を振り下ろすたびに大地は割れ、拳を振るうたびに空気がはぜる。ロジャーとガープが力を合わせても、生き延びることで精一杯だった。だが、異変が起きる。暴走した力がロックス自身を蝕み始めたのだ。覇気の本流は制御を失い、皮膚が裂け、血が溢れ出す。体は限界を超え、足取りは重く、視界は霞む。奴は、限界だ、ロジャーが叫ぶ。二人は最後の力を振り絞り、同時に突撃する。その時ロックスは、亡き妻を抱きかかえるように背を向け、赤い瞳から涙を流していた。エリス、すぐに行くぞ。動かずに全てを受け入れるロックス。ロジャーとガープの合体攻撃が炸裂し、血が噴き出し、ついにその巨体は地に伏す。最後に浮かべた笑みは、愛する妻との再会を喜ぶかのようだった。
大海賊ロックス・D・ジーベックは命を落とした。しばらくして、白ひげがロックスの亡骸の前に立ち、静かに祈りを捧げる。船長、安らかに眠れ。彼は自らの手で丁重に埋葬した。その直後、赤子の鳴き声が響き渡る。声の主はマーシャル・ D ・ティーチだった。傷だらけで泥にまみれた小さな体。それでも生きていたのは、母エリスがその身を盾にして守ったからだった。白ひげはそれがロックスのことは知らず、ただ戦乱に巻き込まれた子供だと思った。彼はその赤子を抱き上げ、共に船に連れ帰ることを決める。ロックスを埋葬し、最後の別れを告げた白ひげは、赤子ティーチを抱え、再び航海へと出たのだった。